こんにちは、ロンドンのウッシーことウシドウです。今回は旅の参考にしてあげればと、2018年タンザニア旅行の模様をまとめてみました。人口は6500万人、首都はほぼ国の中心にあたるドドマというところですが、実質的な首都は海岸線沿いのダルエスサラームになります。飛行機で入国すると、ここが旅の拠点となります。今回の旅の目的はタンガニーカ湖に行くこと、キリマンジャロを見ること、そしてザンジバーを訪れること、この3つです。まずダルエスサラームからタンガニーカ湖沿いの都市キゴマを目指します。そこから船でタンガニーカ湖を南下してダルエスサラームに戻る予定だったんですが、船も動いてない、鉄道も全然時間通り動かないということで、結局 U ターンしてダルエスサラームに戻ってきました。次に目指したのはアフリカの富士山にあたるキリマンジャロ。地図の国境線をご覧ください。ここだけ湾曲しているのがわかると思います。なんでこうなったかは後ほど。キリマンジャロ登頂は昔バケットリストに入れてたんですが、高山病が怖いのと、あと年齢を考えてバケットリストから外しました。若者はぜひ挑戦してみてください。インド洋に浮かぶザンジバルまでは飛行機で移動。世界遺産でもあるストーンタウンに4日ほど滞在し、ダルエルサラームまでは船で移動。そしてイギリスに戻ってきました。ダルエルサラームに到着したのは朝の5時。列車のチケットがオンラインで買えないので、一休みした後、まず中央駅へ向かいました。行ってみると、なんと中央駅が閉鎖中。そこから 1.5 キロ離れた蒲田という駅へ行かされました。行ってみると、お昼休みで2時まで閉まってます。やっと空いたと思ったら、なんと翌日の列車はキャンセル。幸いそこで知り合ったニコという若者が郊外のバスターミナルにチケットを買いに行くっていうんで、一緒に連れてってもらい、翌日早朝のバスを予約することができました。早朝5時のウポンゴバスターミナルです。前日チケット売り場に来てたので、ここでバスの位置を聞いてバスをなんとか探すことができました。すごい数のバスと人、完全なカオス状態です。利用したバス会社はアドベンチャーという会社。中はボロボロ、おまけに席は最後尾。まさにアドベンチャー号でアドベンチャーが始まります。最初のトイレ休憩はなんと4時間半後、11時でした。でも走った距離はたったの200キロです。次の休憩は首都ドドマ。昼食なのか夕食なのか3時過ぎでした。夜はこんな真っ暗なところを走るんですが、実は故障して止まってます。天気が良ければ間違いなくまんべんなく広がる素晴らしい星空が見えたと思うんですが、その代わりに音のない雷が見えました。ベネズエラでこの音のない雷の話を聞いたことあるんですが、今回調べたら、ただ単に光は見えても遠いので音が届かないだけだそうです。治らなかったらなんとかなるだろうと思ってたんですが、奇跡的に運転手さんたち直しちゃいました。はい。Piga picha. Yeah, lightning. Okay. 朝食を兼ねて休憩で止まったカリウア。残り290キロです。車内は通路まで人がいっぱいになってますから、当然誰もシートベルトなんかしてません。蒲田の席からいろいろとお世話になったニコとその娘さんです。ニコとお嬢さんはキゴマのちょっと手前で下車。本当に助かりました。ここまで来れたのも彼のおかげです。キゴマのバスターミナルに到着したのは午後の2時半。32時間の旅、なんとか乗り切りました。帰りもバスっていうのは勘弁してほしいので、駅に直行しました。予約しようと思った翌々日の列車はなんと満席。ただし今日着くはずの列車の2等診断では空いてるっていうんで迷わず購入しました。というわけで今晩もちょっと贅沢してタンガニーカ湖沿いのいいホテルに泊まることにしました。チェックインを終えた後はタンガニーカ湖クルーズで乗りたかったリエンバ号が停泊しているキゴマ港にやってきました。ハンフリー・ボガートとキャサリン・ヘップバーン主演のアフリカン・クイーンという映画があります。そのインスピレーションとなったのがこのリエンバ号。修復中って言ってるんですけど何もしなかったですね。港自体が立ち入り禁止でしたが、警備の女性にお願いして入れてもらいました。次
次にバイクタクシーで向かっているのは宇治市。木駒の中でも最も古い地区です。宇治市は西タンザニアでも最も古くから集落があったところで、奴隷貿易はこんなところでも行われてたそうです。というわけで奴隷貿易廃止に努めたデビッド・リビングストンもこんなところまでやってきてます。ニューヨークヘラルド紙に雇われた探検家ヘンリー・スタンレーがずっと消息を絶っていたリビングストンを発見し、ドクター・リビングストン・アイ・プリズーンといった、ここに行きたかったんです。すぐその横にはタンガニーカ湖を初めて西洋人に紹介した探検家リチャード・バートンとスピークの記念碑もありました。飛行機もバスも電車もない時代にナイル川の源流を探すやてようとはいえ、こんなところまで来るとはすごい精神力ですね。リチャード・バートンは千夜一夜物語も翻訳した天才言語学者とともに大英帝国を代表する大探検家です。そしてそのパートナージョン・スピークはアフリカ最大の湖にビクトリア湖と名前を付けた探検家としてロンドンハイドパークに大きな記念碑もあります。いきなり最初の3日間すごかったです。ホテルでゆっくり休みます。とはいえ翌朝7時前には荷物をまとめて木駒の駅に戻ってきました。昨日駅のスタッフには朝5時に駅に戻ってこいって言われたんですが、ホテルのスタッフに相談したら絶対そんな時間通り来るわけないから7時前に行けばいいよということで、ちょっと焦りながら遅れてやってきたら、やはりホテルスタッフの言う通り全然列車は来ません。やっと列車が見えたのが8時半過ぎ。これがもともとダルエルサラームから乗る予定の列車だったのかさっぱり分かりませんが、列車の数は週に4本、そのうち1本がエクスプレスで車内1泊、他の3本は車内で2泊、スケジュール通り走ればですけど。ただ改めてネットでチェックしていましたが、列車の時間は行ってみないとどんな出るかさっぱり分かりません。余裕を持って計画を立てましょう。さて一体何時に出発できるんでしょう。プラットホームも何もないので降りるの結構大変そうです。ドドドドーっと乗客が降りてきました。みんな荷物をうまい具合に頭の上に乗っけてます。片手で支えてる人、両手で支えてる人、中には全然手で支えてない人、うまいもんですね。スーツケースを持ってる人もいますが、道が舗装されてないので、これまた頭に乗っけて運んでます。皆さんモデルになれますね。本当にうまいもんです。おお、このお母さん全然支えてない。なぜか列車はどっかへ消えちゃいました。おまけに雨。はい、一体いつになったら出れるんでしょう。これだから旅はやめれません。11時前に列車が戻ってきてやっと乗ることができました。列車を引っ張る機関車の部分を前方に付け替えたようです。車内は意外と綺麗。2等寝台車なんですが、オレンジのバッグがあるところが私のベッド。2等寝台は6人部屋です。予想以上に全然綺麗でした。ネットで見る限り今でも値段はほぼ同じです。11時頃乗って11時半頃やっと列車が動き始めました。はい、まだまだ飛び乗ってる人たちがいっぱい。あらあらあらららら、荷物をまだ積もうとしてる人。またいつ来るかわからない列車ですから、みんな必死な感じです。うわ、また積もうとしてる。あ、また失敗。すごいですね。あ、止まってくれるみたいです。
もう何でもありって感じです。今度はなんだ？彼らは鉄道職員のようです。やっと落ち着いた感じですね。出発できるかな？はい、やっと出発しました。32時間もバスに揺られてやってきたのに、たったの20時間の滞在でした。でもとっても充実した20時間の滞在でした。湖の向こうはコンゴ。遠くに見えるリエンバ号ともお別れです。キゴマの人口は意外に多くて25万人もいるそうです。というわけでお見送りもいっぱい。当然赤の他人ばかりですが、こうやって見送ってくれる人がいるっていうのはいいもんですね。日本に帰るとゲートを離れ滑走路に向かう飛行機に向かってスタッフたちが手振ってくれてますね。仕事でやってるだけよって言ったらそれまでですけれども、それでもやっぱり心温まるところありますよね。一応釣り竿も持ってきてるんですが、タンガニーココで竿を振る時間はありませんでした。ダルエスサラムまでは1235キロ。通常の時刻表を見る限り33時間で到着するはずです。大まかな日程しか立ててないので、のんびりと列車の旅を楽しむことにします。食堂車での食事、ご飯と魚とビールで1万タンザニアシリング、約4ドルでした。翌朝は快晴、素晴らしい青空。外を眺めると頭にバケツを乗っけた女性たちや子供たちを結構見かけました。おそらく朝一番の仕事が水を汲んでくることなんでしょう。タンザニアの首都ドドマに戻ってきました。人口は約41万人。ダルエスサラームまではまだ450キロ以上あります。旅行者に人気があるタンザニアの鉄道の旅といえば、ザンビアのビクトリアの滝とダルエルサラムを結ぶ鉄道の旅です。ザンビア一番の収入源、銅を輸出するために中国の援助でダルエルサラムからザンビアのカピリム星まで1860キロにも及ぶ鉄道が引かれたのは1976年です。タンザン鉄道、フリーダムレールウェイとも呼ばれています。2015年ビクトリアの滝に行った際にこの鉄道を利用する計画を立てたんですが、残念ながら当時なぜか鉄道が動いてなくて仕方なく飛行機で飛びました。というわけで今回はどうしてもこの鉄道に乗りたかったわけです。ザンジバルでフリーダムレールウェイを利用してザンビアからやってきた日本人に会いました。運行されてればぜひ利用してみてください。子供はいっぱい寝れて羨ましいです。キコンボ残り400キロです。ダルエルサラムキゴマ間の距離は1235キロですから、東京から私の田舎宮崎県日向市までとほぼ同じです。ということはほぼ2000キロ近くすでに走ってるわけですが、一切野生の動物を見せません。
国立公園に行かないと野生の動物なんかいやしないんですね。テレビで見る野生の王国アフリカのイメージとは全然違います。いるのは人間と家畜だけ。国立公園の値段は高いので、アフリカの人たちも野生の動物を見たことがないという人がいっぱいいるというふうにロンドンのウガンダ人の知り合いが言ってました。ライオンなんか出てきても全然おかしくないようなところに武器も持たずに子供や女性たちがいますから、日本はクマが怖いので、そういう意味ではアフリカの方がよっぽど安全かもしれませんね。5年前の値段ですが、2等寝台のチケットは6万5000タンザニアシリング、約26ドルです。列車の中で食べた食事、先ほどのビールと魚とご飯は1万タンザニアシリングなので4ドル。朝はドーナツと紅茶が無料で出てきました。紅茶があんまり美味しいのでおかわりを頼んだらタンザニアシリングで500、なんと 0.2 ドルでした。2日目は全部魚が売り切れで、牛丼みたいな肉のぶっかけご飯しかなかったんですが、それは3000タンザニアシリング 1.2 ドルでした。バス利用の際、最初に休憩したモロゴロです。まさかのトヨタの自転車、シンバセメント、火炎木かな。ダルエスサラーム到着です。現在早朝3時、なんと39時間半、バスよりも7時間半も長くかかったことになります。これは途中何時間も対向列車を待つのに待機させられたからですね。とはいえバスよりも全然列車の方がおすすめです。5日前チケット購入のために来た蒲田駅ですが、朝の3時、これ列車待ってる人たちですね。翌日はバスと飛行機のチケットを予約しに行って、残った時間で国立博物館にやってきました。そこでリチャード・バートンとジョン・スピークの写真を発見。リチャード・バートン完全変人です。彼のお墓の動画作ってます。ご覧ください。外人珍しいのがタンザニアでは随分モテました。博物館見学の後は海岸線沿いを歩いて魚市場へ行きました。屋台がいっぱい出てて、こんなシーフードバーベキューもあります。イカ焼きが3000タンザニアシリング 1.2 ドル、魚のスープとご飯と漬物2000タンザニアシリング 0.8 ドルでした。モシュ行きのバスはなんと朝の5時出発。幸い町の中心ホテルの近くからでした。モシまでの距離は550キロ、チケットの値段は3万3000タンザニアシリング、約 13.2 ドルでした。5時間走ってやっとトイレ休憩。バスも綺麗でしたが、このサービスエリアも綺麗でした。20分って言ったのにみんな全然時間を気にせずご飯食べてて、結局出発したのは45分後ぐらいでした。午後3時半にもし到着、10時間半かかったということになります。ホテルの屋上でビールを飲んでリラックス。すごい数のツバメです。ここでこれからキリマンジャロに登るという頼もしい京都大学の学生たちに遭遇しました。泊まってるホテルから徒歩5分にあるセリックホテル。ここの屋上テラスバーからの眺めがいいということで、山頂が顔を出す可能性が高いのは夕方。これから3日間、念願のキリマンジャロの雪が見えるかどうか、ここに通いたいと思います。映画化もされているヘミングウェイの短編小説でキリマンジャロの雪というのがあります。その冒頭にマサイ族が神の館と呼ぶキリマンジャロ山頂近くに1匹の凍結したヒョウの死骸があると。ヒョウがなぜ山頂を目指したのか、それは誰も知らない。そんな感じで始まります。その1匹のヒョウが眠る山頂の雪が見たくてやってきました。翌日の午前中はマーケットへ。さすが人口20万人、随分と賑わってました。キリマンジャロのコーヒーも美味しかったですが、こんな感じの
店で飲むジンジャーティー、これが美味しかったです。2日目の夕方です。キリマンジャロの雪はまた見れない。3日目は朝9時半にホテルを出てキリマンジャロの麓を目指しました。約1時間は平らな道だったんですが、その後どんどん急な坂道になり、3時間ほど歩いた時点で標高が1350メートル、その後標高1450メートル地点まで歩いて、ちょうど滝の入り口、たまたまローカルバスがやってきたので、それに乗って模試へ戻ることにしました。途中こんな感じのスープが飲めるレストランがあったり、見た目ほど悪くなかったです。野生のジャックフルーツ、こんな感じでなってました。トカゲがいたり、綺麗なバッタがいたり、こちらは山の床屋さん、そしてこれコンビニです。ここで飲んだコーラが美味しかった。模試の標高が850メートルですから、結局600メートルほど登ったことになります。高山病対策もあり、キリマンジャロに登るには通常7日、強行軍でも5日間は必要です。こちらは私のふるさとのお隣、大分県から。いよいよ模試滞在の最終日。今日キリマンジャロの山頂が見えなければ仕方ない。セラビー。でも日暮れまでしつこく粘ります。あれ、なんか光ってます。やけにあそこだけ白が綺麗なような、いや錯覚かな。ほら、やっぱりここだけ白い。見えた。キリマンジャロの雪。ついにキリマンジャロが顔を出してくれました。やったー。アディショナルタイム、同点ゴールってところでしょうか。ビールまた1本追加しちゃいました。そしてタンドリーチキンでお祝いして寝ました。出発日にはキリマンジャロちゃんとお見送りしてくれてます。ただし7時15分にはもう雲がかかり始めました。京都大学の学生たちの無事の登場を祈り、キリマンジャロ国際空港へ向かいます。空港へ向かう途中、マサイ族に遭遇。神の館見せてくれてありがとう。キリマンジャロ国際空港です。空港ビル自体はちっちゃくても滑走路が長いので、ジャンボも離着陸できるとか、KLM、トルコ航空、カタールなどが乗り入れているようです。忘れてました。もともとタンザニアとケニアの国境は一直線、キリマンジャロを横切ってたそうです。ところが1885年、タンザニアを支配するドイツ皇帝ウィルヘルム1世の誕生日にケニアを統治するイギリスからのプレゼントで、キリマンジャロはタンザニア領となったそうです。というわけで国境が直線じゃないわけです。と言ってるうちに綺麗なインド洋です。今回利用したのはプレシジョンエアというタンザニアの航空会社です。コンパクトなプロペラ機ですが、非常に綺麗な飛行機でした。ザンジバーまでの距離は400キロ、フライト時間は1時間20分、値段は120ドルぐらいでした。ビリー・ジョエルの曲で私も好きなザンジバーというのがあります。そのザンジバーとは全然関係ないそうですが、イギリスのバンドクイーンのボーカリストフレディ・マーキュリーが生まれたのがこのザンジバーです。映画ボヘミアン・ラプソディ大ヒットしましたが、その後改装されて博物館になっているそうです。ザンジバルはもともとザンジバル人民共和国という一つの国だったんですが、1964年に大陸部のタンガニーカ共和国と一緒になり、タンガニーカザンジバル連合共和国となります。それが改名されてタンザニア共和国となったそうです。島国ザンジバルに1499年にバスコダガマがやってきます。
その後200年ほどポルトガル支配が続きますが、ポルトガル人はオマーン帝国によってこの島を追い出されます。その後奴隷貿易をはじめさまざまな交易の中心地としてオマーン帝国の本拠地となります。というわけでインド、ペルシャ、アラブ、ヨーロッパ、アフリカ、さまざまな文化伝統が混じり合った非常に面白いところになってます。そして独立前はイギリス領でもありましたので、英語も公用語というわけでワーキングホリデーの日本人の学生が結構いました。写真は参加したオプショナルツアーサファリブルーというのが大変人気でした。現在1日ツアー70ドルらしいですが、値段の割にランチがすごい豪華でした。夕食は日本食のマサさんすごいイケメン、言ってあげてください。スパイスはザンジバルの主要産業の一つがスパイスです。ランチ付き、最後はビーチによって50ドルでした。キリマンジャロファーストフェリー、夕方の便でダルエルサラムへ戻ります。ボートはカタマランで80キロの距離を約2時間で走ります。明日はダルエルサラムでのんびりした後、あさっての便でロンドンへ帰ります。エジプト航空機内からの眺めです。今度生まれ変わったら神の館登頂を目指します。